どういうことですか？今回の商談、複数言語を話せる担当者がいると聞いていたから、こちらは忙しい時間を縫って場を設けたんですよ。複数言語？そんな話、一言も聞いていない。何かの手違いか？社運がかかった大事な商談で、社長は英語でプレゼンをしていた。すると質問者が中国語で話し始めたのだ。さすがに中国語は想定していない。もしかして嘘だったんですか？この商談を設けるためであれば、御社は何でもするんですね。これは信用問題に関わってきますよ。誤解です。社長と同様、俺も焦っていた。何か言わなければと。俺は声を張り上げて立ち上がる。お待ちください。私の方からお答えします。案の定、室内の視線がすべて俺へと向いた。もう後には引けない。ここから、俺の一世一代の大舞台が始まるのだった。俺の名前は久保雄大。現在転職活動中の23歳だ。新卒で働いていた会社が、社員の体調をないがしろにしてでも利益を求める組織であり、体を壊した俺は辞めざるを得なかった。母子家庭で育った俺は、金銭的理由で大学に通えず、高卒で働いていた。女手一つで、俺を育ててくれた母に恩返ししたくて、一生懸命働いていたのだが、退職を余儀なくされ焦っていた。高卒の中途採用枠はなかなか空きがない。俺一人で生活する分には職種なんて選ばなくていいが、支えたい相手がいる状況においては話は別だ。今日も面接を受けたが、学歴と体調を崩して前の会社を辞めた経歴を話すと渋い顔をされた。面接の予定がびっしりと埋まった手帳を開き、ため息を吐く。早く働かなければ、母に楽をさせるなんて夢のまた夢だ。都心の駅を降り、歩いていると、ビルの壁にもたれ、かがんでいる人がいた。体調が悪いのだろうか。周囲の人は、ちらちらと目を向けているが、声をかける様子はない。困っている時はお互い様、手を差し伸べられる優しい子に育ってね。これは、母が昔から俺に言い聞かせている言葉だ。俺は戸惑いなく、その人の隣にしゃがみ込んだ。ご気分が悪いんですか？救急車呼びましょうか？その人はハンカチを口元に当て、こめかみに汗を流している。ぶしつけにも、俺はドキリとした。俺より少し年上に見える女性は、かなりの美人だったからだ。スーツ姿だから仕事中だろうか。見惚れている俺をよそに、女性は目を細めてこちらを見た。はい、大丈夫です。少しめまいがしただけで。大丈夫には見えません。とりあえず、そこのベンチに座りましょう。動けますか？駅前の広場にあるベンチまで肩を貸し、女性を座らせる。俺は近くの自動販売機で水を買い、彼女に手渡した。本当に救急車は？ええ、よくあることだから。少し楽にしていれば治るわ。よくあるって、そんな中仕事で外にいるなんてダメですよ。もっと自分を大切にしてください。勢いで言ってしまったことを後悔した。自分を大切にとは、俺が母によく言っているのだ。自分を顧みず、俺のために働き続けていた母。雄大にはたくさん食べさせてあげたいから。なんて言って、過労や貧血で動けなくなる回数は少なくなかった。たとえ裕福だろうと、毎日腹いっぱい食事ができようとも、最も大切な母が元気でなければ、俺は幸せだとは言えないのだ。だから、無茶をする人に対して我慢がならなかった。まあ、かくいう俺も、前職で体調を崩したわけだから、人のことは言えないのだが。まさか、お説教されるなんて思わなかったわ。ふふ、と、顔色が良くなった女性が笑う。すみません。失礼なことを。失礼？私を心配してくれたんでしょ？ありがとう。それに介抱もしてくれて。いえ、お元気になられたようならよかったです。その時、ベンチの足元へ適当に置いていた俺のリクルートカバンが横に倒れた。
財布を取り出した時に口が開きっぱなしになっていたため、中のものが地面に滑り落ちていく。女性の足元にまで広がった書類が白い手にすくい上げられた。あ、すみません。拾っていただいて。いえ。あら？書類の内容が目に留まったのか、女性が俺に話を振ってきた。あなた、就職活動中なの？はい。正確に言うと転職活動中と言いますか。そうなの？若く見えるから大学生かと思ったわ。年齢的には合ってますよ。でも俺、高卒なんです。前いた会社がブラック企業で、俺は見ず知らずの女性に身の上話をしていた。体調不良の相手に何を話しているんだろうと気がついた時には、一通り話し終えてしまった。あ、すみません。こんな話されても困りますよね。忘れてください。君。女性はだいぶ回復したのか、立ち上がって俺の肩を掴んだ。そして、思いもよらない言葉を発した。私の会社に来ない？え？後日、俺は一等地に立つオフィスビルの前にいた。緊張して自動ドアをくぐり、目的の階で電話をかける。はい、今井です。おはようございます。久保です。今到着しました。電話ありがとう。迎えに行くわ。ほどなくして、受付の向こうから先日の女性が現れた。彼女の名前は今井ありささんという。今俺の目の前にあるホテル運営会社の社長なんだそうだ。駅前で今井さん、いや、今井社長を助けた後、なぜかスカウトされた俺は、名刺を見せられ度肝を抜いた。今井グループといえば、ホテル運営会社として有名だ。もともとビジネスホテルを運営していたが、最近では国内観光客、海外観光客向けと様々なニーズに応じた事業を展開している。そんな会社に俺なんて、こんなうまい話があるわけがない。騙されているのではと内心思ったが、確かに本社から出てきた今井さんの顔を見ると、嫌でも信じなければいけなかった。大した資格がなくて、体調不良で一度会社を辞めている俺を雇ってくれるなんて、今井さんには感謝しかない。この会社のために一生懸命働こう。母だけでなく、今井さんという新たな恩人ができたのだから、俺はどんなことがあってもくじけないと自分に誓った。そう。たとえ、他の社員からよく思われていなくても。高卒の中途入社ってありなんだ。高校英語じゃ、この会社厳しいんじゃないの？ひそひそと、俺に対する陰口や、遠回しに場違いだと言われることが、日常茶飯事となってしまった。今井グループには偏差値の高い大学を出ている人ばかりが所属している。同じオフィスに高卒がいるなんて考えられないのだろう。実際、高卒での新卒枠は存在していない。俺は高卒だが、社会人歴があったために中途入社が可能だったのだ。しかし、この会社に中途入社できるのは、キャリアアップを目指している人ばかり。俺のような境遇の人間なんて一人もいない。他の社員にとって頭がいいわけでも自分の能力を上昇させる目的もない俺の存在は疎ましいだろう。なんでこんな奴がと思われても仕方ないのかもしれない。久保くんって大学に行けないくらいお金がなかったの？まあ、はい。奨学金とか使えばよかったのに。早く働きに出たかったので。そこまで？子供に苦労をかけさせるなんてひどい親だね。母のことを言われてカチンときたが、声を荒げるほど子供ではない。彼らは俺の母のことを知らないからそういうだけだ。気にするな。そう自分に言い聞かせる。こんな風に馬鹿にされる日々だが、前の職場みたいに労働時間が規定以上に存在しているわけでも、休みが取れない会社でもない。俺は随分恵まれている。周囲の理解を得られないくらいで値を上げている場合ではないんだ。それにしても、企業価値の高いうちに高卒を入れるなんて、社長も何考えてるんだか。まあ、仮社長だけどね。俺を戸惑いなく見下す先輩たちの言葉に、俺は首をかしげた。
借りって聞いてないの？半年前までは今の社長の父親が社長だったの。で、先代が突然体を壊したもんだから、急遽今井社長が2代目になったわけ。そうだったんですか。会社の運営についてまだまだ勉強途中だし、社会人としても半人前の彼女だからさ、いつその座を引きずり下ろされるかわからないだろ。だから仮なんだよ。そう言ってケラケラと笑い合う先輩たち。社員にこんな言われ方をしている今井社長は、まだ十分に信頼を築けていないのだろう。そりゃ無理もない。緊急事態だったのだから。俺は初めて今井社長に会った時のことを思い出した。明らかに具合が悪いにもかかわらず、大丈夫と言っていた彼女。今の境遇やプレッシャーのせいで、気分が優れなかったのかもしれない。俺だったら、もっと早くに押しつぶされていただろう。今井社長にはどうか心安らかでいてほしいが、そういうわけにもいかなそうだ。俺に何かできればいいのだが。でもまあ、彼女が社長を降ろされるのも時間の問題だろ。俺たちの会話を聞いていた別の先輩が話に入る。なんたって本命の社長候補がいるんだからよ。本命ですか？ほら、あそこにいる部長の坂辻さんだよ。先輩がこっそり指さす先には、部下と親しげに話している男性社員がいた。まだ40代前半くらいの印象を受ける、若々しいが威厳のある風貌だ。前の社長が退任するまで、次期社長は坂辻さんだろ、もっぱらの噂だったよ。あの人も父親が会社をやっているらしくて、昔から英才教育を受けてたみたいだし、仕事ができるわ、周りの信頼は厚いわで、次期社長は間違いないって言われてたんだよ。坂辻さんは、周りがどんなミスをしてもチャンスに変えられる人だからな。しかし、急なことだったため、社長が信頼を置いている自身の娘に引き継いだ、とみんなは言っている。実際に先代の社長がどういうつもりだったかはわからないが、誰もが坂辻さんこそが次の社長に、と信じて疑わなかったらしい。その予想と期待が外れたことで、今井社長への風当たりが強いみたいだ。二人が同期ということもあるのだろう。勝手な憶測で非難を受ける今井社長。一体どんな気持ちで仕事をしているのだろう。久保くん、会社はどう？入社して1ヶ月。俺は今井社長に呼び出されていた。自分のスカウトで入社させた俺を心配してくれているのだろう。仕事の内容は一通り理解しました。まだまだ皆さんにサポートしていただいていますが、特に問題ありません。本当は人間関係に問題があるのだが、言っても不安にさせるだけなので黙っておいた。これ以上辛労を重ねさせたくない。それならよかった。国外を相手にする仕事もあるから、英語面でも大丈夫かなって思ってたんだけど。英語の勉強はそれなりにこなしていたので、今のところそこまで支障はありません。そうなのね。実は私、英語は苦労したから心配になっちゃって。母が語学を勉強するようにと昔から言っていたんです。これからは英語くらいできないと大変だって。しっかりしたお母様なのね。はい。ただ、ビジネス英語や専門用語には苦戦しています。みんな最初はそうよ。こればっかりは慣れだから、頑張ってね。大丈夫。君はうちの社員なんだから。はい。今井社長はにっこりと笑った。うん。久保くんには元気をもらえるわ。そうですか？ええ。あ、そういえば、久保くんをスカウトした理由、ちゃんと話してなかったっけ？はい。一応人柄と熱意とはおっしゃっていただきましたが。そっか。そうね。私の好みだからって言ったらどうする？え？思わぬ発言に声が裏返る。俺は人生でモテた試しがない。女性から気のある言葉をかけられたことなんてないのだ。だが俺も大人だ。きっと本気でないことは理解している。んだよな。それじゃ、私これから会議だから、この辺で。放心している俺をよそに、今井社長は社長室から出て行った。俺の心臓は突然の発言にバクバクと大きな音を立てている。遊ばれているのか？しかし悪い気はしなかった。
専門英語を習得してからは順調に仕事が進んだ。英語を使った書類を作ったり、実際に海外の顧客とコミュニケーションをとって商談を成立させられるようになっていった。俺自身、仕事が楽しくなってきて、未経験の職種にもかかわらず、業界愛がすぐに染みついていた。最初は高卒だと馬鹿にしていた先輩たちも、お前案外やるなと見直してくれるようになってくれた。高卒のくせにと陰口を叩かれることもまだあるが、入社当時に比べて随分働きやすい。久保くん、よくやった。あの取引先は気が短い人で困っていたんだが、君がうまく取り継いでくれたおかげで円滑にことが進みそうだよ。部長からお褒めの言葉をもらい、俺は反応に困った。前の会社では褒められた経験がなく、何でもできて当たり前と言われていたからだ。素直に喜んでいいのか、それともまだまだですと謙遜すべきなのか。そういう時は喜んでいいのよ。今井社長の声がして、肩に手が乗せられた。いつの間にか俺の隣に立っている。彼女は部下である俺をねぎらっているだけなのであろうが、不意な接触に俺は顔に熱が集まるのを感じた。自分が美人だという自覚がないのだろうか。今井社長？褒められてるのに怒られた時みたいな顔してるからびっくりしちゃった。あ、すみません。そのすぐ謝る癖、やめないとね。何も悪いことなんてしていないんだから。はい、ありがとうございます。部長と今井社長に頭を下げる。部長は頬をかき、俺と今井社長を交互に見た。いやー、久保くんが入社した時はどうなることかと思ったが、俺の杞憂だったみたいだ。私の人を見る目も捨てたものじゃありませんよ。確かにそうだな。笑い合う部長は、今井社長よりもキャリアが長い。今井社長にとっては、もともと上司に当たる人物だったが、今では立場が逆転している。そういったことで気まずさを感じていると、前に本人から聞いていたが、彼女も徐々に慣れているのかもしれない。二人を眺めていると、鋭い視線を感じた。振り返ると、坂辻さんがこちらを見ている。そういえば、坂辻さんは次期社長候補と言われていたんだったな。彼自身はどう思っているのだろうか。周りが林立てていただけで興味はないのか。それとも本当に社長になりたかったのか。いや、俺が気にすることでもない。現社長はもう決まっているのだ。今井社長の努力も最近ではみんなが認め始めている。今となっては覆ることもないんだから。俺は部署が異なる坂辻さんと直接話したことはなかった。だから、ある日坂辻さんが俺を呼び出した時はかなり驚いた。しかも要件が要件なのだ。久保くん、君にぜひ手伝ってほしい仕事があるんだ。俺にですか？部署が違う。しかも、まだ入社して数ヶ月の俺が、坂辻さんの手伝いなんて務まるとは思えない。しかし、俺を誘ってくれた今井社長のためにも、やれることはやりたいと思った。君のことは知ってるよ。今井さんのつてで中途採用されたんだろう。高卒だとみんなに言われながらも頑張って成果を上げている。逆境の中で成果を出せる強い社員と見込んで、今度挑む商談のサポートをしてほしいと思っているんだ。そう言われて目を見張った。坂辻さんが俺のことを評価してくれているなんて知らなかった。たまに睨まれているように感じていたが、気のせいだったらしい。もちろん、俺でよければお手伝いさせていただきます。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。腰を折って頭を下げると、坂辻さんは爽やかに笑った。君は真面目だね。うん、よろしく。坂辻さんは俺に資料を手渡してくれた。俺が頼まれたのは資料を配布用にするために簡潔にまとめ、パンフレットとして発注することと、当日のプレゼンの撮影、英語での質問が飛んでくるから、その議事録を作成してほしいとのことだった。パンフレットにするため、資料に目を通す。取引先、プロジェクトに使われる予定経費、人員、関わる国々。それらの数があまりに大きく、
これまでの仕事とは規模が違うのだと見せつけられたようだった。これらの下準備なんて緊張しないわけがない。俺と坂辻さんの他には今井社長が自ら出席するとのことだった。基本的には坂辻さんが商談を行うが、会社の顔として挨拶が必要とのことらしい。それほど大きな商談にますます緊張する。しかし、今井社長の仕事に直接貢献できる機会でもある。俺は何度も試行錯誤を繰り返し、他の社員に意見をもらったりしてパンフレットを完成させた。商談当日、相手のオフィスの前で待っていると、今井社長がやってきて、その後すぐに坂辻さんも到着した。しかし、坂辻さんの顔色はものすごく悪い。眉間にシワを寄せ、今にも倒れそうなほど、足元がおぼつかない。坂辻さん、大丈夫ですか？坂辻くん、どうしたの？実は、今朝からめまいと悪寒が止まらなくて、熱はないんですが、それは大変。連絡をくれればよかったのに、俺の商談ですから、欠席をするわけにはいきません。こんな状態の坂辻くんを前に立たせるわけにはいかないわ。商談は私がやるから、坂辻くんは休んでて。すみません。坂辻さんは持っていたカバンから資料を今井社長に手渡した。これ、俺のカンペです。迷惑かけてすみません。迷惑だなんて、困った時はお互い様よ。ありがとうございます。久保くん、サポート頼んだよ。はい。こんなになっても仕事を優先させようとする坂辻さんに、母の姿が重なった。彼のためにも、俺も全力を尽くそう。坂辻さんは近くのカフェに待機することになった。本当は帰宅してほしいのだが、どうしても商談が気になって休めないのだそうだ。坂辻くんを安心させるためにも頑張らないとね。プレゼン自体は英語だが、今井さんは学生時代、スピーチコンクールで賞を獲得したほどの実力がある。日本語での説明と大差なくこなせるだろう。俺は商談を始める今井社長の隣で、議事録作成の準備をしていた。商談が始まり、今井社長がスラスラと聞き取りやすい発音でプレゼンを進めていく。途中で手が上がった。質問だろう。今井社長がどうぞと促す。すると、俺たちは呆然とした。質問者が中国語で話し始めたのだ。参加者の国籍が異なることは珍しくない。だからこそ、世界共通語である英語で話を進めているのに、なぜ突然中国語で話したのだろうか。今井社長は不審に思いつつも、英語でもう一度質問し直してほしいと返事をした。すると、あからさまに不快そうな顔をされたのだ。今井さん、どういうことですか？取引先の担当者が今井さんに詰め寄る。今回の商談、複数言語を話せる担当者がいると聞いていたから、こちらは忙しい時間を縫って場を設けたんですよ。複数言語？そんな話、一言も聞いていない。坂辻さんは何も言っていなかった。何かの手違いか？今井社長の反応に、担当者はますます顔をしかめる。もしかして、嘘だったんですか？いえ、私たちは何も。この商談を設けるためであれば、御社は何でもするんですね。これは信用問題に関わってきますよ。誤解です。今井社長と同様、俺も焦っていた。俺が何か言わなければと。でも、俺なんかが入ってもいいのだろうか。新入社員が出しゃばったりして問題にならないだろうか。みんなの言う通り、高卒で、まだ業界の知識が浅いんだから。大丈夫。君はうちの社員なんだから。その時、いつか今井社長に言われた言葉が頭をよぎった。そうだ、俺は社員だ。俺の仕事は商談のサポートなんだ。お待ちください。その担当者は私です。私の方からお答えします。今井社長への糾弾を止めさせるため、声を張り上げて立ち上がる。案の定、室内の視線がすべて俺へと向いた。先ほどのご質問ですが、俺はさっき中国語で質問をした人に対して、中国語で回答した。質問者は最初目を輝かせていたが、俺の説明を聞いてうなずいた。すると、別の人が手を挙げた。
今度はフランス語だった。俺はフランス語に切り替えて回答を試みる。しかし、困ったことに専門用語がわからない。だが後にも引けず、身振り手振りを用いて必死に対応した。その質問にも答えると、先ほどの担当者が俺の顔を覗き込んだ。なんだ、できるんですね。まあ、申し訳ございません。最後の質疑応答で自分が立つ予定でしたので。いえいえ、こちらこそお話を中断させて申し訳ありませんでした。では、続きをお願いします。はい。今井社長、ここからは俺が。ええ。あっけに取られている今井社長には申し訳ないが、説明している時間はないし、俺も必死だった。英語で説明し、今度はドイツ語で質問が来た。わからない単語は質問者の発言から推測し回答する。再び英語に戻すと、今度はインドネシア語。そしてまた英語に戻り、頭がこんがらがりそうだ。それでもなんとかプレゼンを終え、一礼する。すると、周囲から拍手が湧き起こった。君素晴らしいね。正直期待していなかったが、まさか本当に複数の言語を使いこなせるなんて。取引先の社長が俺に握手を求めてくれた。応じると、最後に私からも質問させてほしいと言われる。仕事とは関係のない質問なんだが、君は何カ国語話せるんだい？まともに会話ができるのは8カ国語ですかね。ほう、君は語学が好きなのか。はい、母が全国通訳案内士なんです。昔から様々な国の絵本を読み聞かせてくれまして、だから、どの国の言葉にも大切な思い出があるんです。それで、母のように語学に長けた人間になりたいと勉強しました。そうだったのか。君のような頼りがいのある相手がいるのなら、ぜひとも我が社と取引をしてほしい。ありがとうございます。およそ1時間後、俺は足に力が入らない状態でオフィスビルを出た。ちょっと久保くん、大丈夫？すみません。気が抜けてしまって。あの後、今後の契約について社長同士で話してもらっていたのだが、俺はひたすら質問攻めにあった。たくさんの社員たちが俺の語学力を試して遊んでいたのだ。母国語を流暢に話してもらえるのが嬉しかったのか、変わる変わる様々な言語が飛んできた。ここで失敗したら、せっかく築いた信頼を失墜しかねない。生きた心地がせず、早く契約の話が終わるようにと願うことしかできなかった。そしてようやく解放され、今に至る。大きな失敗はなく、むしろ社員たちに気に入ってもらえたのだが、どっと疲れた。坂辻さんが待っているであろうカフェに向かおうとすると、目の前に坂辻さん本人が立っていた。坂辻さん、体調は大丈夫なんですか？ああ、それより、その様子だと、商談の結果は良くなかったみたいだね。俺が疲労困憊している様子を見て勘違いしたのか、坂辻さんは残念そうに肩をすくめた。久保くん、君にサポートを頼んだにもかかわらず、この結果、非常に残念だよ。実は、君は今井さんが認めた人材だと思っていたけど、見込み違いだったようだね。坂辻さんが勝手に話を進めていくので、俺と今井社長は置いてけぼりになっている。構わず彼は続けた。こんなに大きな商談を失敗させてしまうなんて、今井さんの過失でもあるんですよ。どうしたの？坂辻くん。俺は事実を言っているだけです。これは、彼を雇ったあなたの責任問題なんですから、社内会議で追及させてもらいますよ。いや、人を見抜く力は社長として重要なものです。信用が失墜すること、覚悟しておいてくださいね。厳しい表情をしつつ、どこか嬉しそうな坂辻さん。どうしてこんなに厳しいことを言うのだろうか。もしかして、取引先に複数言語で話せるって嘘をついたの？坂辻くん？今井社長がいぶかしげに坂辻さんを見る。当の本人はひょうひょうとしていた。そんなことも言ったかもしれませんね。ここの会社、なかなか商談に持っていくのが難しいんですよね。それくらいのことでアポイントを取り付けられるのなら安いもんですよ。向こうも信じていたわけではないでしょ。なんてことを。
こっちは坂辻さんの嘘のせいで大変なことになったというのに、そもそもそんな手段で約束を取り付けるなんて考えられない。もしかして、私たちを貶めるために、それで体調が悪いふりをして商談に行かなかったの？え？だって、複数言語が話せることを条件にしたのは、坂辻くんなんでしょ？私たちに言わなかったのはなぜ？こうやって罠にはめるためなの？そんな。はい、そうですよ。信じられない憶測だったが、坂辻さんはあっさりと認めた。これくらいの窮地を乗り越えられない社長なんて、社長にふさわしくないんでね。試したんですよ。何を言っているの？下手したら大損害になっていたのよ。今井社長の言う通りだ。会社の信頼が危うく落ちるところだったのだ。取り返しがつかないというのに。しかし、ことの重大さを理解していないのか、坂辻さんは鼻で笑う。たった一社とどうなろうと、俺が社長なら大した問題ではないですよ。それに、そもそもあなた方の実力不足のせいでもありますよね。もっと柔軟に対応できていたらうまくいっただろうに。さっきから何か勘違いしているみたいだけど、商談が失敗したなんて一言も言ってないわよ。は？坂辻さんがポカンと口を開ける。仮契約まで取り付けたわ。つまり私も久保くんも何も責められることはないの。問題視されるのはあなただけよ。何見え張ってるんですか？そんなことありえない。嘘だと思うなら、自分で確認してみたらいいんじゃない？いずれにせよ、今回のあなたの行動こそ会議で報告させてもらうから覚悟しておくことね。行きましょう、と今井社長に腕を引かれる。立ち尽くす坂辻さんを尻目に、俺はその場を去った。翌日、商談がうまくいき、大きな契約が取れたことと、同時に坂辻さんの行動が議題に上がったらしい。その後彼についていろいろと調査を行ったところ、他の社員の仕事を手伝うふりをしてミスを作らせ、自分が解決することで手柄を上げていたことが発覚した。入社当初からそれなりに優秀だった彼は、もっと多くの評価を得るために社員たちを罠にはめていたそうだ。そんな彼は自分が次期社長だと信じて疑わなかった。しかし、今井社長が選任されたことで、八つ当たりのような復讐を行おうとしたらしい。これまでの悪事が明るみになった坂辻さんは懲戒解雇となった。最後まであがこうとしていた彼に今井社長は一喝した。どうして先代があなたではなく私を社長に置いたのかよくわかったわ。父は言っていたの。坂辻くんは仕事はできるが人を大切にできないと。彼に社長はまだ早いってね。先代社長は彼の人柄を見抜いていたそうだ。自分の会社への貢献が認められなかった坂辻さんの気持ちはわからなくないでもないが、社員を蹴落とす行為で得た評価は何にもならない。自分の過ちを反省して、また新たなスタートを切ってほしい。俺だって転職組なのだから。すべてが落ち着いた後、俺は再び社長室に呼び出された。今井社長が俺に頭を下げる。久保くん、今回の件本当にありがとう。あの場を切り抜けてくれたから今があるわ。そんな、頭を上げてください。俺はサポートすることが仕事だったんですから、当然のことをしたまでです。それに、お礼を言うなら自分の方です。いつも今井社長には感謝しています。あの時、俺を拾ってくれたあなたに恩返しがしたいとずっと思っているんですよ。もう十分よ。君が一生懸命得た語学力と、この会社で培った知識を発揮してくれたことが何よりの恩返しだわ。この短期間でこんなにたくましく成長できる久保くんの努力は本当にすごいと思う。俺は、ご存知の通り高卒で、家は裕福ではありません。人は生まれながらにして平等ではないのだと痛いほど知りました。だけど、自分の力があれば、いくらでも人生を豊かにできることもわかっています。だから、俺は俺のために頑張っていただけなんですよ。君はとても立派ね。私とは大違い。今井社長は悲しそうな笑みを浮かべた。何をおっしゃってるんですか？今井社長の方が突然社長に就任したにもかかわらず、
こんなにも会社を盛り上げようと努力されているじゃないですか。うんうん。私はそんなに褒めてもらえる人間じゃない。権力を私欲のために使うんだもの。それは一体どういう意味ですか？私は個人的な都合だけで久保くんを引き入れた。社長失格なの。そういえば、以前俺をスカウトした理由についてはっきりと教えてもらえなかった。個人的な都合って？久保くんが優しかったから、それだけ。え？初めて会った時、朝から色々とミスをして、新任社長はこれだからとか、所詮親のコネだとか、散々言われていたの。もう限界で、この世界に私の味方なんていないって思い込んじゃうほどだった。そんな時、事情も知らない久保くんが私に優しくしてくれた。この人なら私の味方になってくれるって思ったの。だから、就活中だって聞いて強引に引き入れたわ。私は久保くんを利用しただけ。ごめんなさいとハンカチを目元に当てる今井社長。泣いている女性への接し方がわからず、情けないことにおろおろとしてしまう。利用って、俺はそんな風に思いませんよ。俺はあなたが俺に自信をつけさせてくれたおかげで勇気が持てました。今までの人生で役に立たなかった語学力を使うことができて、俺の努力が無駄じゃないって気づけました。それに、今言ってもいいだろうか。ずるくないか？いやでも、今の俺には勇気が伴っている。一人の女性として好意を持っている相手の役に立てるなら、これ以上嬉しいことはありませんから。え？俺がこんなことを言うのもおこがましいですが、そんなことない。食い気味に、今井社長が俺の手を掴む。俺よりも高い体温が伝わってきた。私も最初は利用してただけなんだけどね。だんだん優しくて頑張り屋な久保くんを好きになってたから。こんな都合のいい話があるのかと思ったが、別にうまい話ではない。俺たちが互いに誠実で、前を向いて一生懸命生きているからこその結果だ。それから俺たちは、先代社長、つまり今井社長、いや、アリサさんの父親が入院している病院へ見舞いに行った。社長を辞し、会長に就任した彼へ、商談の成功と、社内で起こった問題を報告するためだ。そして、俺たちのことも報告した。アリサにいい人が、安心したよ。この子は仕事にしか興味がなくて、父親として心配してたんだ。もう余計なこと言わないでよ。親子としてのやりとりを微笑ましく思う。今度は、俺の母に会ってもらいたいなと、ふと思った。これからは、もっとアリサさんの役に立てるよう、経営の勉強もしていかなければ。もう金を稼ぐための人生ではない。生き方を豊かにするための努力ができるなんて幸せだ。人生は勉強の日々、とはよく言ったものだ。学んで無駄になることなんて何一つない。それを教訓に、俺はこれからもたくさんのことを学んでいきたい。今時、中卒ってありえなくないですか、お兄さん。俺、次期社長なんですよ。貧乏人と家族になるとか嫌すぎる。俺は10歳年下の妹の婚約者の義兄からいつもこんなことを言われている。それでも妹の奏は苦笑いをしながらも幸せそうにしているから俺は我慢をしていた。俺の名前は沢村よしき35歳。この義兄が言うように中卒で働いている。俺だって周りのみんなみたいに高校卒業してなんなら大学だって行きたかった。でも現実は高校中退。働かなくてはいけなかったんだ。俺が妹を養っていかなくてはいけなかったんだ。俺には父親がいなかった。詳細は聞かされていないが、物心ついた時から俺には母親しかいなかった。そんな俺の家は貧しかった。毎日食べるものはもやしだけ。学校でいじめられないようにと、母親はお風呂にだけは毎日入れてくれた。でも、浸かるとは言えない少ない量だったけど、貧しい生活だったが、可愛い妹もできて、母親とも問題なく過ごしてきた。
でも、俺が高校生の頃、状況が変わり始めた。母親がどこからか手に入れたのかわからない高級な化粧品を使って毎晩夜遅くに出かけていくのだ。そんなところにお金を使うなら俺たちに使ってくれよと思っていた。そして想像していた最悪なことが起こったのだ。俺が高校1年生、まだ15歳の時、俺と5歳の奏を残して母親は男を作って出て行ったきり帰ってこなかった。俺が学校から帰ると、家はもぬけの殻だった。売ってお金にするためなのか、いろんな家具や家電を持っていかれて、食料もほとんどなかった。ずっと泣いている奏が一人ポツンと家に取り残されているだけだった。母親のことはすごく恨んだ。恨んだし憎かった。でも、憎んでもお金は手に入らない。俺は必死にバイトをした。俺と奏が生きていくために。学校に行く前に新聞配達。学校が終わると夜中まで居酒屋のバイト。バイトから帰ってくると、奏は一人泣いていたのかなと思う日が多かった。眠っている奏の顔には涙の跡が残っていた。俺は必死に働いたけど、それでもお金は足りなかった。全然生活できるレベルではなかった。俺は毎日泣いている奏に、奏、笑ってと言い続けた。俺はどんなに貧乏でも、笑って過ごしていたらきっと何かいいことがあると信じていたから、奏にも伝え続けた。そして覚悟を決めた。俺は奏を幸せにするために働こうと。俺は高校生活に終止符を打った。しかし自分がいくら覚悟を決めても、今の時代、中卒で雇ってくれるところなんてほとんどなかった。毎日いろんなところに電話をして断られ、直接足を運んで頼み込んだが全滅。食べるものに困って公園でうなだれていた時、ある男性が声をかけてくれた。そしてパンと飲み物をくれた。その嬉しさに感動して泣きながらそのパンを食べた。男性は話を聞いてくれた。お金がなくて働かないといけないこと。10歳年下の妹がいること。両親がいないこと。そうか、お金がなくて困っているんだな。よくここまで頑張ってきたな。俺のところで働かないか？オーナーに掛け合ってやるよ。と声をかけてくれたのである。ここが俺の働いているところなんだが、と連れてきてもらったのが、俺でも知っている地元ではかなり有名な高級旅館だった。もちろん俺は足を踏み入れたことなんてなかったが、男性に招かれるままオーナーのところに連れて行ってくれた。オーナーにも事情を説明して、ここで働きたいことを伝えた。オーナーは15歳の俺の取り留めのない話を静かに真剣に聞いてくれていた。俺が話し終えると、ここで住み込みで働かないか。もちろん妹さんも連れてこい。とだけ言ってくれた。どんなに嬉しかったことか。はい、ありがとうございます。頑張ります。と言って俺は次の日からその高級旅館で働き始めた。初めての本格的な仕事は本当に大変だった。挨拶から何度もやり直しさせられて雑用ばっかりの毎日だった。それでも奏を幸せに育て上げるために毎日必死に働いた。慣れてくると礼儀作法やマナーなどを一から学んでいった。叱られることも多かったが学ぶことも多かった。俺は給料のすべてを奏のために使った。奏が小学生に入るとき一緒にランドセルを買いに行った。俺が働いた給料で最初にプレゼントしたものだ。奏は本当に嬉しそうだった。奏はボロボロになるまでランドセルを使ってくれた。ある時、奏が旅館でプロポーズされてたくさんのバラの花束をもらっている女性を見て、私もあんなにバラをもらえる素敵な人になりたいな、と言っていた。お金はなかったが、毎年奏の誕生日にはバラを一輪買ってお祝いした。
それ以外は生活に使うお金以外はすべて貯金した。俺は奏が高校も大学も好きなところを選べるようにと家計をやりくりした。俺自身も仕事を楽しみながら奏を育てることができた。そんな毎日を過ごして20年が経った。俺は今でも旅館で働いている。奏は大学を卒業して25歳になっていた。そして奏は私たちのように生活に困っている人を助けたいと言って公務員になり、市役所にある生活保護関係の仕事をやっていた。困っている人たちの役にもっと立ちたいと言って日々戦っているようだった。そんなある日、お兄ちゃんに今度紹介したい人がいるんだけど、と奏が言ってきた。奏に彼氏がいることは前々から知っていたが、これまでは年頃の女の子に聞いたら悪いかなと思って聞いてこなかった。なんだ、結婚でもするのかなんて冗談っぽく言ったが、奏は真剣な顔で、うん、と答えたのだ。本当かと言いながらも、俺は心から喜んだ。おめでとう奏と何回も伝えた。本当に嬉しかった。奏の前ではもちろんお祝いの言葉をたくさん言った。もちろん寂しさがなかったと言ったら嘘になる。奏も大きくなったなぁ、とまるで嫁ぐ娘を送り出す複雑な父親の気分を味わったようだった。そして奏は彼からもらった婚約指輪を俺にこっそり見せてくれた。すごい綺麗な指輪だな。相手は金持ちなのかと奏に聞くと想像以上の言葉が返ってきた。さあ、彼社長の息子なの。食品を卸す会社を経営してるんだって。あ、うちの旅館とも取引してるって言ってたよ。お兄さんが一人いるから彼は会社を継がないけどね。会社社長の息子さんか。それはそんなキラキラした指輪もプレゼントできることだと俺は納得した。それで相談があるんだけど、なんだ？できることは何でも聞くよ。私もこの旅館に住まわせてもらって、いろんな思い出がこの旅館に詰まってて、だからここの旅館で結婚式を挙げられたらなと思っているんだけど、どうかな？俺はそんなことを言ってくれる奏が本当に成長したんだなと感じた。そうか、それはオーナーも喜ぶよ。奏の晴れ舞台を楽しみにしてくれるよ。明日オーナーに伝えてみるよ。と言うと、奏は満面の笑みで笑っていた。その夜は二人で旅館の思い出話をたくさんした。次の日オーナーに奏が結婚すること、結婚式をこの旅館でやりたいことを伝えた。オーナーも心から喜んでくれていたようで、もちろん、奏ちゃんが喜ぶ式にしような、と張り切ってくれていた。でも、俺は今後のことを少し不安に思っていた。俺の親はどちらもいないし、頼れる親戚もいない。奏には俺しかいないんだ。しかも中卒で働いている兄だけ。相手の家族はどう思うのだろうか。奏は話をしてあるのだろうか。聞けないまま、両家顔合わせの日がやってきた。はじめまして。奏さんとお付き合いさせていただいている野崎健です。お兄さんの話は奏さんからよく聞いております。奏の婚約者健さんはとても好印象な青年だった。社長の息子と聞いていたので、俺の境遇をどんなに馬鹿にされるのか不安だったが、健さんからそんな態度は一切なかった。むしろ、俺のことを慕ってくれて、尊敬してくれているような態度で嬉しかった。しかし、安心したのは束の間だった。急に、健さんの兄が口を挟んできたのだ。奏ちゃんのお兄さんって中卒なんだって？なんで健もこんな貧乏家族と結婚したかな？と会ってすぐにそんな言葉を言ってきたのだ。奏は公務員としてしっかり働いているので、ぜひ奏のことをよろしくお願いいたします。と俺は答えた。奏ちゃん、こんなお兄ちゃんでかわいそうな人生だったね。それに比べて健は俺みたいな兄でよかっただろ。健さんと奏は必死に場を丸く収めようとしていたが、彼の言葉は槍のように俺の心に突き刺さった。俺らは会社を経営してるの、わかる？
貧乏人にはその凄さはわかんないか。結婚式だってお得意様をたくさん呼ぶ予定なのに、貧乏人が相手じゃこっちの株も下がっちゃうよ。俺は何を言われてもいい。奏が幸せなら。でも、一番言われたくない言葉を言われてしまった。奏ちゃんは100歩譲って可愛いから許すとして、ただの兄貴だからって、お前は家族とは認めたくないな。認める義理もないし。あ、結婚式も来るなよ。せっかくうちの取引先もお祝いしてくれる場所なんだ。お前みたいな貧乏人は、家から妹の門出を祝うのがお似合いだぜ。最後くらい兄らしいことしろよな。ギフと義母も苦笑いをしているだけだった。俺はさすがに頭に来ていたが、俺は何も言い返さなかった。ここで感情的に言い返したら、奏が悲しむと思ったからだ。わかりました。僕は参列しません。と静かに言った。ちょっと、お兄ちゃん。と奏は言っていたが、俺は静かにその場を後にした。奏はその後も何度も俺を説得してきた。お兄ちゃんに見てほしい、来てほしい、と。でも、俺の気持ちは変わらなかった。俺は奏に当日嫌な思いをしてほしくない。だから、従業員として俺は精一杯、奏の門出を祝うからな。結局当日まで奏は納得していない様子だった。俺は奏の晴れ舞台を見ることができるのだ。家族枠ではなく従業員としてだけど、奏の花嫁姿を一目見ることができるだけよかった。オーナーも同僚も奏の式のために毎日いろんな工夫をしてくれていた。オーナーはとびっきりの料理やケーキの案を考えてくれて、同僚は時間外になっても飾りを毎日手作りして作ってくれていた。俺はそんな様子を見ていて、奏のために、とても嬉しかった。当日、俺は従業員として奏を目いっぱいお祝いした。当日までに用意した奏の大好きなバラの花びらを新郎新婦の入場時にサプライズで巻いた。そして新郎新婦が座る席にはたくさんのバラを飾った。今の俺にできることはそれぐらいしかなかったのだ。同僚にはなんで家族として出席しないの？とたくさん聞かれた。その度に俺はここの従業員ですから働かないと。なんて笑って答えていた。俺だって本当は家族として奏をお祝いしたいよと心の中でつぶやきながら。奏は主役にもかかわらず浮かない顔をしていた。本当は俺に参列して欲しかったのだろう。そんな奏の様子に気づいた義兄は、あんな出来損ないの兄が参列しなくてせいせいするなぁ。と、奏に言っているのが聞こえた。乾杯の温度が取られ、みんなで料理やお酒を飲み始めた頃だった。義兄は当然のようにお酒をガバガバと飲んでいた。おい、ワインくれよ。高級なやつ。おい、そこの従業員、次の酒だ。と、結婚式にはふさわしくない態度が非常に目立っていた。そして、周りの人からも、あの人何？という声が聞こえ始めてきた。俺の悪口を大声で言い始めたからだ。新婦の家族がなんで参列してないか知ってますか？新婦の家族には両親もいない。兄は中卒。そんな中、こんなに可愛い子が育ったのは奇跡なんですよ。中卒が働くところの料理なんか食えるか。でも、安心してください。奏ちゃんはうちの家族が幸せにしますから。沢村家なんてとっとと捨てて、野崎の名を名乗ってね。周りの参列者も、ひどい、常識ないね。と、ひそひそ話をしているのが分かった。俺も切れそうになったが、理性が俺を押さえつけてくれていた。奏の大事な式を壊してはいけない。そう何度も俺は心の中でつぶやいた。せっかくの晴れ舞台なのに、悲しい顔をしている奏と目が合った。奏、笑って。俺は口パクで主役の席に座っている奏に伝えた。それに気づいた奏は泣きそうになりながらも精一杯笑ってくれた。式は順調に進んでいき、
神父の両親への手紙の時間となった。もちろん両親はいないからどうするのだろうと思っていたが、なんと俺への手紙だった。奏は声を震わせながら読み始めた。お兄ちゃんへ。お兄ちゃんは私のために大好きな高校生活も諦めて一生懸命にここの旅館で働いてくれました。オーナーさん、いつも私たち兄弟を支えてくれて、今日もこんな素敵な式にしてくれてありがとうございました。オーナーも同僚も奏の話を涙ぐんで話を聞いてくれていた。私たち兄弟には両親がいません。私は毎日泣いていました。でもその度にお兄ちゃんが、奏、笑って、と言ってそばにいてくれました。だから今日まで私は毎日笑って幸せに生きてこれたのです。お兄ちゃんがいなければ私は生きてこれませんでした。お兄ちゃんはいつも自分が一番なのに、私の幸せを願ってくれていました。そして奏はついに思い出が溢れ返ってきたのか泣き崩れていた。お兄ちゃんは私の一番の味方です。私がここまで笑って幸せにしてこれたのはお兄ちゃんのおかげです。二人でもやしばっかり食べたのも今ではいい思い出です。私はこんな素敵なお兄ちゃんがいたからこそ何不自由ない暮らしをすることができました。行きたい高校、行きたい大学に行けました。そして奏は泣きながら言った。こんなに私のことを支えてくれるお兄ちゃんが世界で一番大好きです。本当にありがとう。泣き崩れる奏をタケルさんは支えてくれていた。俺はその様子を見て涙をこらえながらも安心した。タケルさんとだったら奏は幸せになれると確信した。奏が会場からも大きな拍手をもらっていて、俺もとても誇らしかった。すると突然司会者が、神父奏さんの大好きなお兄さんがこちらです。と俺を紹介したのだ。紹介されたのに俺は少しうつむいていた。奏の手紙を聞いていて、すでに俺の顔は涙と鼻水でくしゃくしゃになっていたからだ。それに俺は泣いている姿を奏に見せたことが一度もなかったから見せたくなかったのだ。必死に泣いているのを隠しながら、ありがとうございます。ありがとうございます。と、お辞儀で顔を隠した。今まで味わったことのない大きな拍手と、よく頑張ったね、という褒め言葉のシャワーをたくさん浴びた。会場全体が感動の渦に包まれていた。その時、酔っ払って司会者の方に向かっていく義兄の姿があった。あいつ、もうこれ以上やめてくれ、と俺が祈っていると、会場にいた同僚が、神父様のお手紙、とても素敵でしたね。さすが、僕たちにとっても信頼できる沢村良樹でした。そして、こちらが新郎のお兄様でございます。新郎のお兄様にはとっておきのプレゼントがございますので、こちらへどうぞ。と、義兄を会場から連れ出してくれた。タケルさんは恥ずかしそうに下を向いていた。同僚の機転の利いた行動のおかげで、奏の晴れ舞台を壊さずに済んだ。義兄はというと、ニコニコしながら会場から出て行った。お礼のプレゼントはどこかなと、義兄が千鳥足で歩いていると、誰かにぶつかった。いた、前向いて歩けよ。と、義兄が怒鳴ると、目の前は高級なスーツを着た一人の男性が立っていた。義兄がぶつかった相手は、なんとうちのオーナーだった。でも義兄はオーナーだと気づいていないようだった。お前さん、先ほどから見ていましたが何とも失礼極まりない言動が目立っておったな。それを聞いた義兄は、うるせえよ。あんな貧乏に言われて当然なんだ。うちは大手企業を経営してるんだ。お前みたいな老いぼれにいちいち言われたくないね。俺は次期社長なんだ。わかったらさっさとそこどけ、老いぼれ。義兄は次から次へと文句の言葉を並べていた。オーナーは静かに聞いていた。そしてこう言った。私はここの旅館のオーナーをやらせてもらっている。
こんな礼儀も作法もなっていないところの会社とは、取引を金輪際やめさせてもらう。義兄は一瞬固まって顔が青ざめていった。これはオーナー様、いえ、もはや片言で何を言っているのかわからなかった。いや、本当にすいません。オーナー様、お礼酔いすぎちゃって。オーナーは顔色一つ変えず淡々と話した。お前さんが次期社長か。うちは先代と仲が良く、食品関係はすべてお前さんのところから仕入れていた。だが、今後は一切取引をやめさせてもらう。義兄は急に焦ってひざまずいてペコペコしていた。そして騒ぎを聞きつけた義両親が顔色を真っ青にして慌ててオーナーの元へ駆け寄った。うちのバカ息子がご迷惑をおかけして本当に申し訳ございません。いつもごひいきにしていただいてありがとうございます。弊社はこの旅館様のおかげで成り立っているものですから。義兄は土下座する両親を見てやってしまったことの重大さに気づいたようだった。オーナーは今後は取引を一切行わない。まずは息子の指導をちゃんとした方が良いのではとピシャリと言って会場ににこやかに入っていった。義兄はそんな、どうしようとその場にうずくまってしまった。そしてその様子を見ていた俺にすがりついて、お前ここで働いてるんだろ？これまでのこと謝るよ。なんとかオーナーに中傷をやめさせてくれよ。頼むよ。と頼み込んできたが、俺は奏だけは傷つけないでください。とだけ言って会場に戻った。次の日、オーナーは本当に義両親へ電話をしていた。お祝いの場であんなに失礼な奴のところの食材なんぞ今後一切使いたくないわ。と怒りながら。電話越しからは本当にバカ息子が申し訳ございませんでした。という謝罪の言葉が何度も聞こえていた。後日、タケルさんと奏が旅館に挨拶に来た。二人でお揃いの指輪を左手の薬指にはめながら、無事に籍を入れたことの報告と義兄のしたことのお詫びに。タケルさんはもともと社会勉強するためと言って大手食品会社に勤めていたからそこで働き続けると言っていた。そして自分の家の会社は旅館と取引中止になったことで倒産してしまったらしい。この旅館とのつながりは本当に大きかったらしく、オーナーからの取引中止を言い渡された義兄の会社はあっという間に経営難になったとのことだ。タケルさんは俺に対して深々と頭を下げてこう言った。本当に兄の失礼な態度を止められなくて、奏さんの大事なお兄さんを傷つけてしまい申し訳ございません。僕は奏さんのお兄さんのことを心から尊敬しています。もし僕が同じ立場だったら、奏さんを守りきれたかわかりません。奏さんを大事に育ててきたこと、本当にすごいなと思っています。これからは僕も奏さんを幸せにできるよう精一杯頑張ります。と、俺はとても嬉しかった。高校から働いているからすごいとか、高級旅館で働いているから偉いとかそういうことではなく、俺自身の存在を認めてもらえた気がするからだ。そして義兄はというと、お前みたいな息子は一から学んでこい。と、家族からも追放され、行くあてもなくお金もなくさまよっているそうだ。でも俺は、義兄が心を入れ替えてきたら、助けてあげようと俺は思っている。お金もなく、行くあてもない辛さは、誰よりもわかっているつもりだからだ。奏は、タケルさんと幸せに暮らしている。休日には、二人でボランティアに参加して、炊き出しや貧しい人たちへの心の支えになっているらしい。俺はというと、あの結婚式でどんなに嫌味を言われても感情的にならずに仕事をしたことや、これまでの功績を称えられて、オーナーからなんと次期社長候補だと言われている。でも、次期社長になってもならなくても、よしきさん、と周りから声をかけてもらって楽しく仕事ができるだけで、俺は嬉しいのだ。
尊敬できるオーナーと信頼できる同僚に囲まれて、俺もとても幸せだ。ちょっと、私の胸見たでしょ。最低。蘭子さんは目元に涙を浮かべて自分の体を隠すように上着で隠す。すみません。ほんと、やましい気持ちは。彼女は俺の弁当屋を手伝ってくれていたのだが、途中気分が悪くなって倒れてしまった。俺は彼女を休憩室に連れて行き、ソファーに寝かせた。汗をかいていて暑そうなので、羽織っていた上着を脱がせただけなのだ。ただその時、彼女の胸元にあったあるものに釘付けになってしまい、胸元を凝視していたことは確かだ。君が、そんな人だったなんて。泣きそうな弱々しい声で、拒絶の言葉を告げられる。しかし、この出来事が、俺と彼女の運命を大きく変えることになるとは、俺はまだ知る由もなかった。俺の名前は桃山亮、25歳。個人の弁当屋で働いている。ここに勤めて、もう9年になる。昔は近くにたくさんの工場があったおかげで、店は繁盛していた。しかし、今日もお客さん来ないね。りょうくん、座ってゆっくりしていていいんだよ。店主の光一さんが、のんびりとした口調で、新聞を読みながら、俺に声をかけた。店の周りの工場は、時代の流れとともに減少し、ほとんどが住宅やコンビニになり変わっている。そのおかげで、今は閑古鳥が鳴いているのだ。でも、そこまで頑張らんでも、もうここらが潮時だよ。りょうくんも、新しい勤め先探さないといけないね。知り合いの息子の店を当たってみようか。いえ、そこまでお世話になるわけにはなりません。それに、俺この店が好きだから最後まで働きたいんです。俺が言うと、光一さんは目元にシワを寄せて笑った。ありがとうな。りょうくんがいてくれて、わしも店も嬉しいよ。俺だって、光一さんにもこのお店にも大切にしてもらっているんですから。俺には光一さんにも、この弁当屋にも恩がある。中学生時代、両親とうまくいかなかった俺は、不良集団とつるんでいた。喧嘩に明け暮れ、授業をサボり、とにかく親泣かせの日々。と思いきや、そんな俺に対しても両親は関心を向けなかった。怒られることもなく、ただ俺が何もしていない。もっと言えば、俺がいないかのように振る舞う。自分を止めてくれる人がいなかった俺は、どんどんと非行に走っていった。そんな状態で、中学を卒業した俺は、近くの高校に進学したが、ほとんど授業には出なかった。何をしたいのかわからない。何をすればいいのかもわからない。俺は中学校からの悪友たちと、何をするでもなく街を歩き、簡単なアルバイトをしては、素行のせいでクビになり、自暴自棄になって喧嘩をする。生きる目標もなく、自堕落に生きていた。そしてある日、分の悪い喧嘩に負け、仲間とチリジリになって逃げている途中で、俺は倒れた。朝から風邪をひいていたのだが、家でじっとしているのが嫌で、いつも通り外に出ていたのだ。そんな中で喧嘩をして、怪我をして、おまけに雨まで降ってきた。俺は工場地帯の一角で、追っ手に見つからないように息を潜め、熱に浮かされていた。そうして、意識が遠のいたのである。目が覚めると、俺は布団の中に横たわっていた。知らない部屋で、知らない布団。ここはどこだろうと思い、体を起こそうとしたが、だるくて動かない。ああ、起きたのかい。無理をしてはいけないよ。そこに現れたのが光一さんだった。どうやら光一さんは弁当を工場に届けた帰りに気を失っている俺を見つけたらしい。看病も怪我の手当てもしてくれていた。風邪のせいでうまく話せない俺に、光一さんは
風邪薬を飲ませてくれる。当時は人から優しくされたことも、年上の人間とのコミュニケーションの方法もわからなかった俺。余計なことをするな。早く返してくれ。とわめき、暴れようとしたが、いかんせん熱のせいで、何も反抗できない。されるがままに看病されるしかなかった。俺の風邪は長引いていたが、光一さんは海外しく看病してくれた。定期的に俺の様子を見に来ては、食べたいものはないか、薬は飲んだか、と話しかけてくる。俺は首を縦に振ったり、横に振ったりして返事をすることしかできなかったのに、光一さんは丁寧に糸を汲み取り、俺の世話をし続けてくれた。しっかり動けるようになり、声も十分に出せるまで丸3日かかってしまった。俺はすっかり、光一さんへの悪態の言葉も失い、どうして俺を助けたのか尋ねた。そりゃ、子供があんなところで倒れていたら心配するよ。子供って、当時60歳の光一さんにとって、中学上がりの俺は子供も同然だった。そう言われた時に、俺は子供扱いされたことへの屈辱ではなく、なんだか温かいものを感じていた。じいさん、世話になったな。金はないけど借りは返すぜ。俺が言うと、光一さんは優しく笑って頭を撫でてくれた。誰かに撫でられた記憶は、それが初めてだった。はは、そう言ってくれるなんて嬉しいね。でも気を使わなくていいんだよ。学校があるだろう。学校は行ってない。俺は自分の身の上話を簡単に説明した。光一さんは時折うなずきながら俺の話を真剣に聞いてくれる。そういうわけで俺は時間を持て余してるんだよ。なんにもすることがない。だったら、わしの店を手伝ってくれんか？は？光一さんは昔、旅館の料理人として働いていたが、自分の店が欲しくて、弁当屋を始めたらしい。しかし、結婚していないので身寄りもなく、アルバイトを雇おうか悩んでいたらしい。俺は料理の経験なんて何もない。第一、それだと世話になりっぱなしだ。断ろうとしたのだが、何かの縁だという光一さんに根負けした。そうして、看病の例として店を手伝い始めたのである。今思えば、俺が一人ぼっちなのを心配してくれたのだろう。それからは、配達や掃除から始まり、徐々に料理を教わった。給料も、人との付き合い方も、生きていく術も、すべて光一さんから教えてもらったのだ。成人しても俺は店を手伝い、その頃にはしっかりと光一さんを支えていけるほどになった。そして、働くことの楽しさや、お客さんとのやりとり、料理を作る達成感を知ることができ、生きる活力になったのだ。もしもあの時、光一さんに拾われていなかったら、どうなっていたのだろう。本当に、彼には感謝してもしきれない。だから、たとえ店が潰れるとしても、最後まで頑張りたいのだ。そんな思いを抱え、俺が常連客となっている喫茶店に行く。入り口の扉を押し開けると、カランカランと軽い鐘の音が鳴った。いらっしゃいませ。あら、寮じゃない。テーブルを拭いていた店員であり、高校時代の同級生である小林くるみが俺を見て駆け寄ってくる。最初は全く通っていなかった高校だが、光一さんの店を手伝っているうちに勉強が必要だと思うようになり、途中から真面目に行くようになっていた。くるみは2年と3年で同じクラスだった。りょうくん、お疲れ様。お仕事帰り？今度は姉の小林蘭子さんがカウンターから顔を覗かせ、笑顔を向けてくれた。その笑顔を見ただけで仕事の疲れが吹っ飛んだ。ついでに、頬の筋肉が緩み、意図せず笑顔を返している自分がいる。はい。でも俺は全然疲れてないんですよ。俺の背中をくるみが小づく。そして、口をへの字に曲げていった。だらしない笑顔。なんだよ。この喫茶店は、この姉妹の両親が経営している。蘭子さんは店を継ぐ予定で、妹のくるみはアルバイトだ。
地元でも有名な美人姉妹。外見はそっくりだが、性格はまるで違う。姉の蘭子さんはおっとりしていて、気遣いができる優しい女性。妹のくるみは画家志望。いつも元気はつらつとしていて明るい。俺にこうして突っかかってくるが、基本的にはいい子だ。くるみをあしらい、カウンター席に座ると、蘭子さんは、俺がいつも注文するコーヒーを出してくれる。うちの店、お客さんあまり来ませんから。そっか。せっかく美味しいお弁当屋さんなのにね。二人にはよく弁当屋のことを相談しており、とても心配をかけている。光一さんももうお疲れだし、引退したい気持ちもあるのなら、俺も無理に頑張らせない方がいいのかな。そんなことないわよ。光一さんは、りょうくんの気持ち、絶対嬉しいと思ってる。そうだといいんですけど。りょうは、お店続けたいんだもんね。くるみが俺の隣に座る。俺が弁当屋で働いている時に、何度も様子を見に来てくれているのだ。俺がどれだけあの場所を大切にしているか、彼女も知っている。大事な店だから。そんな思いとは裏腹に、現実は非常だった。翌日の店じまい後、帳簿を眺めながら、光一さんは寂しそうに言った。りょうくん、この店ももってあと3ヶ月みたいだ。そうですか。いつかは訪れると分かっている日だが、間近に迫るとやはりショックが大きい。どうにかならないかと、それだけが頭を占める。でも、光一さんだっていろいろと考えた上での結果だ。だから、俺がどうこうしようとしても無駄なのかもしれない。店のことを考えながら帰宅していると、スーパーの前で蘭子さんとすれ違った。りょうくん？蘭子さん。偶然だね。どうしたの？浮かない顔してるけど。実は、俺は光一さんから告げられたことを説明した。そう、寂しくなるね。あの店が、あの場所になくなるって考えたら、苦しくて。じゃあさ、新しくお店出してみたら？蘭子さんの突然の提案に、俺は顔を上げる。俺が店を？例えば、唐揚げ専門店とか？でも、あそこは立地が悪いので、品を変えても意味がないというか。テイクアウトとか、最近は配達サービスもあるでしょ？それに、唐揚げなら今のお弁当屋さんにもあるから、すぐに始められるんじゃないかな。俺は暗かった目の前が開けていく気がした。そういえば、揚げ物は光一さんからも自分以上だって褒められました。それ、いいかもしれません。お役に立てたかな？はい。蘭子さんにはいつも助けてもらってばかりですね。りょうくんとは昔からの仲じゃない。今更堅苦しくならなくていいんだよ。昔、そうですね。昔からの仲。その言葉に特別感を抱き、にやけてしまいそうになるのを必死でこらえる。本人は無意識だろうが、彼女の一言一言に、俺がどれだけドキドキさせられているか知らないだろう。彼女は自分だけを見てくれていると、どうしても勘違いしてしまう。蘭子さんは昔からこうだった。見返りを気にせず、相手が誰であろうと手を差し伸べてくれる。彼女との出会いは、俺が光一さんと出会う前、まだ中学生だった頃に遡る。二つ上の蘭子さんと俺は同じ委員会に所属していた。もちろん、自分で入ったわけではなく、全員が必ず所属しなければいけなかったものである。しかし、俺は当然のようにサボっており、同級生たちからも放っておかれていた。俺が怖かったのと、俺に参加するよう促しても、無駄だと思っていたのだろう。ありがたい限りである。しかし、そんな中、3年生で委員会の会長の蘭子さんが、俺に会いに来た。そして、委員会の状況を伝えてくれた。俺がめんどくさそうにそっけない態度をとっても、嫌な顔せずに根気よく訪れる。なんでいちいち俺のところに来るの？そういうの鬱陶しいんだけど。ある日俺が言うと、蘭子さんは悲しそうに俺の足を見た。怪我してるから。
怪我？確かに、数日おきに喧嘩している俺は、いろいろなところに怪我をしていた。だから何なんだという目で睨みつけたが、蘭子さんは慈しむような目を俺に向ける。そういう時、心細くない？一瞬、心の中を覗かれた気がした。怪我をしても、誰も心配しない。俺が何をしていようが、誰も気にしない。なのに、彼女は俺の心配をした。そのことに、胸をわしづかまれた。うちの家、喫茶店やってるから、いつか来てね。まるで俺を懐に入れてくれようとする言葉に、不覚にもときめいてしまう。誰かに対して、そんな感情を初めて抱いた俺は焦った。誰が行くかよ。そう返事をするので必死だった。それから蘭子さんは、俺とは違う高校へ進学した。もう会えないと思うと苦しくて。俺はなんとか彼女とのつながりを断たないよう、喫茶店に行くようになったのだ。過去のことを思い出していると、蘭子さんは俺の肩をポンと叩いた。応援してる。できることあったら言ってね。こう見えて、私だってお店の経営に携わっているんだから。はい。ありがとうございます。俺は去っていく蘭子さんの後ろ姿をぼーっと見ていた。昔から蘭子さんの世話焼きで優しい性格は変わっていない。蘭子さん、やっぱりいい人だな。俺は彼女のことが好きだ。俺に会いに来てくれていた、あの時から。最初は物好きな人だと思ったりもしたが、どんどん惹かれていった。あの笑顔が、声が、俺は大好きだ。それから、俺は光一さんに店を継ぎたいということを相談した。俺、この店が大好きなんです。できるだけ残したい。俺ができることは何でもしたいんです。りょうくん、気持ちは嬉しいが、わしに気を使ってるんじゃないか。君はまだ若いんだから、もっといろいろなことができるよ。俺がしたいことは、この店を継ぐことなんです。俺は正座して、光一さんに向き直った。ここは、俺の居場所でもあるんです。自分の大切な場所を守りたいのは、当然じゃないですか。それに、光一さんとの思い出もなくしたくないんです。俺は何よりも、この場所が大好きなんです。俺が言い切ると、光一さんはしわくちゃの手で、俺の両手を握り、ありがとうな、りょうくん、と涙を流した。そんなに思ってくれて、わしは本当に嬉しい。じゃあ、いいんですか？もちろんだ。わしにとっても大事な場所を、君に託そうと思う。光一さんの期待に応えるためにも、絶対に成功させなければ。俺は、新たな店のオープンに向け、準備を始めた。弁当屋のカウンターに立ちながらメニューを考える。いろんな味付けの唐揚げや配達サービスとの連携。店のレイアウトなど。光一さんは店を好きに改装してくれていいと言ってくれたが、なるべく今の形を残したい。俺は日々いろいろな方面で頭を悩ませていた。喫茶店でもノートを広げてたくさんの本を書き写したりメモを取っていると、蘭子さんとくるみが覗き込んでくる。そして様々な助言をくれた。蘭子さんは実際に経営している立場として、店の経営方法やターゲット層の絞り方、宣伝方法やメニュー考案など手広く手伝ってくれた。くるみは画家志望なだけあってセンスが良く、店のデザインやポスター、ホームページのレイアウトなどを考えてくれる。何から何まで世話になりっぱなしだ。本当にすみません。ありがとうございます。蘭子さんは穏やかな笑みで俺にコーヒーのおかわりを差し出してくれる。いいのよ。少しでも助けになりたいもの。一人じゃ大変でしょ？そういえば、お店も一人でやるの？くるみに問われ、俺はまだそこまで考えが及んでいないことに気づく。そのことも考えないと。しょうがないから、私が従業員第1号になってあげるわ。何よ、不満なわけ？くるみに接客できるの？ちょっと失礼じゃない？私喫茶店で働いてるんだけど、
いや、だって、お店のマスコットキャラクターみたいなものだし。ていうか、喫茶店の方は大丈夫なわけ？お店は大丈夫よ。お姉ちゃんもいるし、人手は他にもいるしね。あと、誰がマスコットよ。あはは、本当に、二人仲がいいわよね。俺とくるみの言い合いを見て、蘭子さんが笑う。その笑顔で、もっと頑張れそうな気がした。パートには、くるみの他に、喫茶店の常連さんである山田さんが手伝ってくれることになった。40代の彼女は、最近お子さんが大学に通い始め、手から離れて、暇ができたのだとか。信頼できる人が来てくれて、気持ちのいいスタートが切れそうだ。そして、光一さんの弁当屋が閉店し、俺の店が開店した。蘭子さんの宣伝方法や、くるみが作ったポスターの影響のおかげで、初日からお客さんがたくさん訪れた。俺は厨房に立ち、くるみと山田さんで接客を担当。二人ともかなり手際が良く、店内飲食客もテイクアウト客も、キビキビさばいていく。しかし、愛想は忘れず、常にお客さんに向かって笑顔だ。おかげで、初日だけでなく、連日大盛況。俺一人では成し得なかった結果だ。みんなには感謝してもしきれない。そんなある日、弁当屋時代からのお客さんが、厨房にいる俺を覗き込んでいった。りょうくん、こちらの可愛い店員さんは奥さん？違います。俺よりも先に、くるみが否定した。顔を真っ赤にしている。そういう風に見えるのかな。奥さんか。俺もいつか、蘭子さんと。りょう、唐揚げ足りない。あ、待って。あと3分。わかった。時間稼いでおくから。いけない。くるみたちが頑張っているのに、思考を飛ばしている場合じゃなかった。すると、聞き慣れた声が店先から聞こえた。りょうくん、くるみ、調子はどう？蘭子さん？今まさに考えていた人が店先に現れ、俺は声がひっくり返った。蘭子さんは俺たちに手を振ってニコニコとしている。今日はお店がお休みだから様子を見に来たの。忙しそうだね。私も手伝おうか？でも。いいの。私、こう見えても料理上手なのよ。正直、猫の手も借りたい状態だ。蘭子さんの申し出に甘えることにした。これ、店のエプロンです。わー、かわいい。くるみにデザインしてもらった淡い色のエプロンに袖を通す蘭子さん。めちゃくちゃ似合っている。そんな彼女と二人で厨房に立つなんて。りょうくん？すみません。また思考が止まっていた。この材料を準備してもらっていいですか？うん。蘭子さんが加わり、作業速度は上がる。しかし、まだ慌ただしい。1時間ほどすると、蘭子さんの顔色が悪いことに気づいた。蘭子さん、大丈夫ですか？顔色悪いですよ。そう？別になんともないよ。そうは言うが、どう見ても具合が悪そうだ。見かねてくるみも声をかけてくる。お姉ちゃん、さすがに休みなよ。大丈夫。くるみの気遣いにも首を横に振り、仕事を続けようとする。しかし、足元がふらついて壁にぶつかった。お姉ちゃん、大丈夫だから。すみません。店の方からお客さんの声がかかる。すると、蘭子さんが返事をして対応に行った。しかし、会計のお金を落としてしまう。慌てて拾った蘭子さんは、立ち上がった瞬間立ちくらみでもしたのか、再びふらついていた。そうしている間にも、次から次へとお客さんが列をなす。俺も接客をしなければならず、店と厨房を行き来するほどになった。蘭子さん、本当に大丈夫ですか？私は、言っている間に、蘭子さんはお客さんに渡す商品を落としてしまった。見かねたくるみが蘭子さんの腕を引く。お姉ちゃんのフォローで仕事が増えてるんだよ。でも、ちゃんと休んで、はっきり言って迷惑なの。くるみ、さすがに言い過ぎじゃ。いつもニコニコしているくるみが怒っている。めったに見せない顔と、きつい言葉に驚いてなだめようとした。しかし、くるみは譲らない。
お姉ちゃん。お客さんの目もあるんだよ。ここは私たちのお店じゃない。迷惑をかけちゃいけないの。くるみ、俺の店をそんな風に思ってくれていたのか。説得力のある言い方に、蘭子さんはごめんなさいと小さく言ってうなずいた。蘭子さん。珍しいことじゃないから、横になっていれば大丈夫。珍しいことじゃないでしょ。くるみがぼそっと言った。珍しくないってことは、どこか悪いのだろうか。俺は接客をくるみに任せ、俺は蘭子さんを休憩室に連れて行った。息苦しそうな蘭子さんをソファーに寝かせる。水を持ってテーブルに置く。汗をかいていて暑そうなので、羽織っていた上着を脱がせた。蘭子さんはタンクトップを着ていて、肌の露出度が高く、目のやり場に困る。いや、そんなことを言ってる場合ではない。タオルで汗を拭こうとすると、タンクトップの隙間から見えたものに、俺は目を見開いた。これ、胸にある大きな傷。蘭子さんの調子が悪いのは、これのせいか。りょうくん。はっとして顔を上げると、蘭子さんが俺を見ていた。こんなにまじまじと胸元を見ている姿を見られて、思わず立ち上がる。違うんです。汗を拭こうと。見たでしょ？蘭子さんは目元に涙を浮かべて、自分の体を隠すように上着で隠す。すみません。本当、やましい気持ちは。最低。泣きそうな弱々しい声で、拒絶の言葉を告げられる。俺は自分の軽率な行動を食いながらも、どうしていいかわからず立ち尽くす。りょう、ちょっとこっち戻ってきて。店側からくるみに呼ばれる。焦っている声だ。でも、いいよ、言って。私なら大丈夫だから。わかりました。何かあったら言ってくださいね。蘭子さんに言われ、俺はタオルを近くに置いて、店に戻った。りょう、お姉ちゃん大丈夫そう？大丈夫って言ってたけど、気になることが。気になること？くるみは知ってる？蘭子さんの胸元の傷。ああ、それは、何か言いたげだったが、忙しい状況で、話し込んでいる場合ではないことに気づき、仕事を再開した。営業時間が終わるまで、蘭子さんの様子を見に行ったが、眠っていて声をかけられなかった。顔色は良かったので、少し安心しつつ、終わってから休憩室に行くと、すでに彼女の姿はなかった。お姉ちゃん、先に帰っちゃったの？迷惑かけておいて、何にも言わないなんて。くるみ、そんな言い方はないだろ。蘭子さんは体調が悪かったんだ。それでも、頑張って協力してくれようとしたんじゃないか。俺が言うと、くるみは叱られた子供のように唇を尖らせる。かばうんだ。かばうっていうか、それより、さっきの話の続きだよ。蘭子さんの傷のこと。ああ、あれね。くるみは、先ほどの拗ねた様子から打って変わって、暗い顔をする。そして、俺にとって衝撃の事実を口にした。そんな、驚いた？そりゃそうだろ。それに、そんな大事なことを知らなかったなんて。ショック？そうだよね。りょうは、お姉ちゃんのこと、好きだもんね。そういうつもりじゃ。っていうか、知ってたのかよ。俺の気持ちが、バレていたなんて。見ればわかるよ。だって、私だって、りょうのことよく見てるもん。俺のこと？私、りょうが好きだから。気づいてなかったんだ。うまく隠せてたんだね。くるみはいたずらっ子のように笑う。俺のことが好きって、そういう意味だよな。驚いて言葉が出ない。そんな俺の手をくるみは握った。ふんわりとくるみの香りがすると思ったら、くるみは俺の耳元で囁いた。返事。考えておいてね。くるみは店のエプロンを外し、帰り支度のためにその場から去っていった。もう何が何だか。俺はしばらくその場から動けずにいた。翌日、俺は蘭子さんに謝ろうと喫茶店に行く。
事情は事情だが、彼女を不快にさせてしまったことは確かだ。しかし、いつもカウンターの向こうで微笑んでいる彼女はおらず、気まずそうな顔をした彼女の両親から、今はりょうくんに会いたくないって言ってて、ごめんね、と謝られた。明らかに避けられてしまった。そう理解してからというもの、俺の調子は散々だった。オーダーは間違えるわ、物は落とすわ、時間を間違えるわで、ミスが続いた。原因は明らかだ。蘭子さんに会いたくないと拒絶されたこと。俺は嫌われたんだろうな。そりゃそうだ。彼女が弱っている時にあんなこと。無心になろうとしても、ふとあの日のことが思い出されて、意識がぶれる。こんなことではいけないとわかっている。仕事とプライベートは切り離さなければ。でもとにかく集中できない。りょう、テイクアウト用準備できた？ごめん、もうすぐ。そうだ、くるみからテイクアウトの唐揚げを頼まれていたんだった。俺はバタバタとフライヤーに向かう。すると突然、くるみが叫んだ。もう、12時30分の新幹線。何が？何の脈絡もない言葉に、俺は首をかしげた。くるみは時計を指さす。今の時間は、11時30分を少し過ぎたところ。お姉ちゃん、お母さんの実家に帰るのよ。実家って、ここから随分離れた田舎だと聞いたことがある。それより、実家？理由はなんとなく想像できる。胸の傷のせいだろう。問題はそこじゃない。俺が、今の今まで知らなかったのだ。まだ、謝れていない。俺の気持ちを伝えないまま、離れてしまうのか？お姉ちゃんから聞いてなかったのね。うん。ここはいいから、行きなよ。でも、ここ最近不調ばっかり。そんな気持ちでやられたら迷惑なのよ。だけど、なおも尻込みする俺に、くるみはカツを入れた。好きな人が一生懸命作った店がダメになるよりいい。うじうじしてないで、男なら当たって砕けてこい。くるみ、ありがとう。俺は店のエプロンを外し、慌てて駅に向かった。残されたくるみは、俺の後ろ姿を見て、ポロポロと、こらえていた涙をこぼした。一部始終を見ていた山田さんが、くるみちゃん、偉かったね、と、彼女に優しく声をかけた。そんな中、俺は12時25分の駅構内で、蘭子さんを探していた。当たりをつけたホームに向かうと、スーツケースを引きずった蘭子さんの姿が見える。蘭子さん！俺が叫ぶと、蘭子さんは驚いた様子で振り返る。りょうくん！俺から逃げようと走り出す蘭子さん。俺は走り出し、手を伸ばすが避けられる。飛び乗るように新幹線に乗り込んだ蘭子さんに続いて、俺も一緒に乗ってしまった。閉まる扉に逃げられないことを悟った蘭子さんはつぶやく。信じられない。すみません。突然追いかけたりして。なんで来たの？蘭子さんの言い方は怒っているわけではなく、ただただ困惑しているようだった。くるみから聞きました。蘭子さんがおばあさんの家に行くって。そう。まだ謝っていなかったので、あの時、無神経なことをしてしまってすみませんでした。病気のこと、くるみから聞きました。蘭子さんは昔から心臓が弱くて、彼女が高校1年生の頃、手術していたらしい。蘭子さんの胸元には大きな傷跡があった。それはその時の手術痕だった。手術は成功したが、病気が完治したわけではなく、今も運動制限がかかっており、これからも無理ができる体ではないのだ。だから、両親の後を継いで、喫茶店でゆっくり働いていたらしい。しかし、自ら療養のために田舎に行くことを決意したのだそうだ。聞いちゃったのね。はい。無理ができないのに、どうして俺の店を手伝ってくれたんですか？くるみが羨ましかったから。羨ましい。蘭子さんは、俺と窓の外を交互に見て、深いため息をつきながら言った。堂々と、元気で、りょうくんの隣にいられるのが、昔から
心臓が悪いってバレると腫れ物のように扱われて、だから、りょうくんには知ってほしくなかったの。同情されるのが嫌だった。だから、手術の後を見られてショックだった。蘭子さんはいつも穏やかに俺を見守ってくれていた。そんな風に、俺を思ってくれていたなんて。俺は、蘭子さんに同情なんてしません。それは、俺が望む関係じゃないから。俺は、ずっと好きでした。あなたのこと、恋人になってほしいんです。りょうくんが好きなのは、くるみなんじゃ。蘭子さんが好きなんです。俺を昔に見つけてくれて、気にかけてくれて、今でも優しくしてくれて、あなたに憧れて、俺は今、店をやれてるんです。りょうくん。蘭子さんは涙を流し、その場に崩れた。また泣かせてしまった、とハンカチを差し出し、涙を拭う。本当に私でいいの？病気のせいで、これからいっぱい迷惑かけるよ。むしろ迷惑かけてほしいくらいです。今までたくさん支えてもらったんですから、お返しさせてください。ありがとう。りょうくん。私もりょうくんが好き。蘭子さん。突然頭の上から声がかかる。新幹線の乗務員さんが困ったようにこちらを見下ろしていた。すみません。他のお客様のご迷惑になりますので。俺たちがいたのは新幹線内のデッキ部分。そんなところでしゃがみ込んでいたものだから、通行の邪魔になっていた。すみません。俺たちは慌てて壁に寄り、次の駅で降りた。その後、顔を見合わせると、自然と笑みがこぼれる。帰りましょうか。うん。蘭子さん。何？これからは何も言わないで、俺の前からいなくならないでくださいね。そう言うと、蘭子さんは俺の胸にもたれかかり。ごめんね。もうしないよ。これからは何でも相談する。ありがとう。そう顔をあからめて言うのだった。それから数日後、俺の店は新たなスタートを切った。イートインスペースにスペシャルゲストを呼んだのだ。もちろん、光一さんだ。土日のランチには、光一さんの唐揚げ定食が提供できるとあって、さらに店は盛り上がった。店を盛り上げたいのと、また光一さんと一緒に仕事がしたくて頼み込んだのだ。正直、店を辞めてから何も楽しくなくてね。だけど、りょうくんが誘ってくれて、本当に生きる活力ができたというか。そう言ってもらえてよかったです。俺が光一さんに拾ってもらった時の気持ちが、まさにそうだったので。りょうくんが店を残してくれてよかったよ。それに。光一さんは、ちらりと飲食スペースに目をやる。蘭子さんが、お客さんと楽しそうに話していた。あんなに素敵なお嫁さんができて、わしは安心したよ。お嫁さんではないです。まだ。でも、いずれそうなるんだろう。はい。蘭子さんは今、うちの正規社員だ。もともと彼女が喫茶店を継ぐ理由は、体調を考慮してのことだった。だけど、同じく自分のペースで働けるのなら、俺と働きたいと言ってくれたのだ。それに、今くるみは本業の方で忙しくしているから、蘭子さんが来てくれて助かっている。というのも、最近では地域や企業からの依頼が舞い込むようになったらしい。うちの店の広告が目に留まったことがきっかけだと、声をかけられることが多いらしい。この店が、くるみの将来に役立てて本当に良かった。最近は週に2回の頻度で店を手伝ってくれる。蘭子さんは田舎に行こうとしていた前の日、くるみに俺のことを頼んでいたらしい。俺とくるみが両思いだと勘違いし、蘭子さんは身を引こうとしていたそうだ。今聞くとヒヤッとするが、あの時くるみが後押ししてくれたおかげで、今の俺の幸せがある。くるみ、ありがとうな。蘭子さんは絶対に幸せにするから。絶対だよ。お姉ちゃん、本当に優しいんだから、すぐ無茶するし。ほんと、昔から私がお姉ちゃんの代わりに病気だったらいいのにって何度思ったか。ちょっとくるみ、そんなこと考えてたの？俺たちの話が聞こえたのか。
蘭子さんが怒ったように入ってきた。私は、くるみの元気な姿が好きなんだから、そんなこと言わないで。お姉ちゃん、この前はきついこと言ってごめんね。いいのよ。くるみは、みんなのことを思って言ってくれたんだから。実は、私がひどいこと言ったせいで、お姉ちゃんが遠くに行っちゃったんじゃって思ってた。もう考えすぎよ。でもごめんね。くるみがそんなに思ってくれていたなんて。当たり前じゃない。私にとってお姉ちゃんが一番大事なんだもん。くるみ、ありがとう。これ以上心配かけたくないし、無理しすぎないようにしないとね。仲のいい姉妹を見ていると胸が温かくなる。俺の大切なこの地で新しい思い出が生まれると思うとワクワクした。昔は将来なんてどうでもいいと思っていたが、優しい人たちとの出会いに恵まれてここまで来れた。だから俺はみんなに恩返しをしたいし、似たような人に出会ったら差し伸べたい。そうして優しい世界を作っていきたいな。これからの未来に思いを馳せ、幸せな毎日を送るのだった。